はい、皆さんこんにちは。岡木農園の岡木宏之です。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、温室栽培のハウスの中におります。今ね、ちょうど収穫始まったシャインマスカットのハウスの中にいます。本日はですね、農作業のことではなくて、いつもとちょっと変わって質問コーナーということで、皆様から寄せられた質問の方をお答えしていきたいと思います。たくさんね、質問来ておりまして、例えばですけれども、天災などで備えた保険ってみんな入っているんでしょうかですとか、計画的に休暇を取ることはできていますか？健康や体力づくりのために気をつけていることはありますか？農家になって良かったと思うことは何ですか？やっぱりサラリーマンを続けてたら良かったと思うことはありますか？っていうようなね、質問寄せられてますので、お答えしていきたいと思います。私、サラリーマンをですね、1年ほどやって、3年ほど前から農家の方に入っておりますので、会社員のことも農家のこともある程度分かった上で、皆様のご質問にお答えしていきたいなと思っております。まずですね、天災などに備えた保険って入っているんでしょうかっていうご質問です。今ね、国の制度で収入保険っていうのがね、ありまして、一定のね、金額を下回ったら保証されるっていうものがございます。ですので、皆様がよくイメージされているような台風が来てしまったら、1円も収入が得られないんじゃないのかっていうことはね、決して、そんなことはないです。そういったね、保険の方、備えを、しておけば、ある程度、自然災害があったとしても、収入が途絶えるということはないような、制度の方はしっかりできておりますので、こういった保険の方ですね、入っておけば、比較的安定した経営ができるんじゃないのかなと思います。ただね、保険ですので、入っていないと全く保証されないので、そういった場合は大きい災害が来ると、ね、収入がなくなってしまうというような状態になりますので、農業経営目指していらっしゃる方はぜひご確認いただければいいのかなと思っております。では次です。計画的に休暇を取ることはできますかというご質問です。そうですね、できます。ただ、会社員のように土日休みみたいなね、そういった形では、ね、なかなかできないのかなと思っています。というのも、農繁期ですね、ちょうど4月から11月ぐらい、栽培が始まって収穫が終わるまでの期間っていうのは、ブドウに合わせて生活の方をしておりますので、ブドウにね、土日がないのと同じように、我々も土日はなく、基本的にはブドウの生育に合わせて仕事の方をしております。できる状態っていうのは、11月の収穫が終わってから、翌年の3月ぐらいですね、新しい栽培が始まるまでの間っていうのは、比較的時間もありますので、知り合いの農家の方だと、1、2ヶ月ぐらい海外を旅行されている方もいらっしゃいますし、あとウィンタースポーツ好きな方は、スキー、スノーボードを楽しまれている方もいらっしゃいます。休みの方は取りやすいのかなと思っております。では続いて、農家になってよかったと思うことですね。これね、2つあります。まずですね、1つがストレスが、ね、なくなったっていうことと、もう1つが自分でコントロールできる仕事の幅が増えたっていうことです。これね、会社員との比較なんですけれども、会社員だと、上司であったり同僚、あとで取引先との関係性の中で、結構ね、ストレスってね、たくさんあるなっていうのがね、私の印象です。でもですね、農家になると、おそらく会社員に比べて9割くらい人との交流っていうのが減りますので、その分ね、ストレスっていうのもなくなります。あともう一つ、コントロールできる幅が増えたっていうのは、やはりね、会社員ですと、会社の方針であったり、上司の意向もあって、なかなかね、自分で仕事を割り振ったり、コントロールするってことはね、難しいのかなと思います。一方ですね、農家の場合は、ブドウの生育に合わせて仕事の方を割り振っていきますので、自分のできる範囲ですとか、やる仕事の作業の予定っていうのは比較的立てやすくなってそういったものを含めて精神的なストレスっていうのはかなり減ったのかなと思います。続いてサラリーマンをやってればよかったなと思うことなんですけれども、これはですね、今のところそんなにないんですけれども、サラリーマンのいいところはやっぱ土日がしっかり休めるっていうのがね、いいなと思います。なので、来週の予定ですとか、その次の予定、旅行の予定とかも立てやすいんですけれども、農業だとね、なかなかそういったことができないので、その辺はね、サラリーマンの方がいいのかなと思います。ただ、先ほども言った通り、精神的なストレスっていうのはね、農家にとても減ったので、私個人の今の段階としては、サラリーマンに戻りたいかって言われると、農業の方がいいなっていうふうに思っております。では続いて、農家になるのに資格っているんですかっていうご質問です。これ資格はね、いらないんですけれども、農業ですね、とても保護されている産業なので、融資を受けるときですね、無利子でお金を借り入れたりっていう制度があります。でそういった制度を使うには、認定農業者という認定を行政の方から受けることが必要ですので、農業計画みたいなね、これから農業をこうやって営んできますよっていうような、ね、計画書を提出して、行政の方から認定農業者の認定を受けることによって、農地の取得の際の税制であったり、お金を借りるときの優遇措置っていうのは受けられるので、認定の方は取得することは必要なのかなと思っております。
では続いて、農家は朝早いイメージですけれども、何時に起きて何時に寝てるんですかというご質問です。私はだいたいね、6時ぐらいに起きて、夜10時半くらいに、就寝しています。農家ね、まだまだ朝早いイメージあるんですけれども、実際私9時から午後5時くらいまで働いておりますので、決してね、そんなに朝早いっていうイメージではないです。ただ、農飯器であったり、あとね、消毒をする時間っていうのはね、朝早い時間が多いので、そういった時は朝早く、6時ぐらいからですね、仕事したりもしてますけれども、全体の仕事の割合からすると、こういった朝早い時間の仕事っていうのは全体の1割以下なのかなっていうような印象です。いいですね、健康や体力づくりのために気をつけることはありますかという質問です。そうですね、農業ね、体力勝負って思われがちなんですけれども、意外とそんなに体力使わなくてですね、今もうちでも主婦の人働いておりますけれども、結構女性であったり、高齢の方でも、ね、十分働けるような仕事ですので、体力作りっていう面ではそこまで気にしていることはないんですが、ただね、こうやってね、肩を上げて、ね、仕事をすることが多いので、肩であったり首っていうのはね、かなり酷使されます。肩こりがね、私も結構ひどいので、整体の方に行ったりして、ケアの方はしております。続いてですね、季節によって仕事内容と育てる作物が違ったりするんですかというご質問です。そうですね、仕事内容については季節によって変わります。本当に、ね、100章という100の名前があるというふうに言われているぐらい、いろんな、ね、仕事をしております。その辺はね、YouTube のチャンネルでも公開してますので、ぜひご覧になってみてください。おかき農園の場合、ブドウだけなので、作物はブドウのみ作っております。一般的な農家の方だと、同時に、ね、4つぐらいの、ね、作物を作っていらっしゃる方がいますね。例えばですけれども、収穫時期が違う桃を作って、桃の収穫がだいたい7月末から8月ぐらいに終わるので、その後に9月ぐらいから10月ぐらいまでブドウの収穫をして、11月以降はリンゴの収穫をするというような形で、3種類ぐらい作っていらっしゃる方が多いですね。あと同時にお米とかも作っていらっしゃりしますので、大体ね、3種類から4種類ぐらい作っている農家さんが多いのかなというようなイメージです。はい、続いておすすめのブランドありますかという質問です。私ね、ワークマンの服よく着ていまして、ワークマンの価格も安くて、なおかつ機能性も高いということで、よく使っております。実際今着ているもの、ワークマンの価格です。最近だとね、蚊が寄りつかない服ですとか、あとね、雨降ってもね、浸透しにくい服というような形で、農作業に、ね、結構向いている服が多いので、1着に3000円ですので、ワークマンをよく使っております。あと長靴とか手袋とかね、普段使用している服関係が一式にワークマンになっております。はい、では次の質問です。農家ってぶっちゃけ儲かりますかという質問です。そうですね、これについては、ね、なかなかね、難しいんですけれども、儲かっている農家も結構あるというようなね、答えをさせていただければと思います。というのも、やはり、ね、農業といっても多種多様な業種、業態ありますので、儲かっているところもあれば儲かってないところもあるというのが、ね、現実です。ただね、儲け方っていうのはやはり面積を作っているものによって左右されますので、高単価のものをたくさん作っていればそれだけ儲かります。どの業界も同じなんですけれども、やり方によっては儲けるということは農業でも十分可能なのかなというのが私の印象です。続いてですね、自信のある作物もやっぱり食べ飽きちゃうのっていうご質問です。そうですね、これはね、食べ飽きますね。私もね、一年中ブドウを作っていて、味見をしておりますので、もう見るのも嫌になっちゃうぐらい食べ飽きてきております。はい。あと続いて、面白い質問ですね。なぜ白の軽トラが多いのでしょうかという質問です。そうですね、これ私も知らなくて調べたんですけれども、コスト面とあと機能性というような答えが載ってました。コスト面っていうのは同じ色の車を大量に作ればそれだけコストが安くなりますので、そういったものですね。あともう一つ機能面としてコストとしても修復しやすいっていうことと、あとね、会社のロゴが目立ちやすいですとか、あとね、紫外線によるダメージが少ないっていうようなね、一応機能面とコスト面で白が多いんじゃないですかなっていうようなことが書いてありました。ただ最近はですね、黒であったり銀色であったりオレンジであったり緑色、いろんな色のね、軽トラ走っておりますので、皆さんも軽トラ選ぶ際にはぜひ色の方もこだわっていただければいいかなと思っております。はい、続いて、あと人間関係が大事そう、近隣農家と競合にならないんじゃないのかっていうようなご質問です。そうですね、これについてはね、競合にはならないですね。というのも、産地全体として、ブランド化、今、ね、しておりますので、かというと、ライバルというよりも一緒に産地を盛り上げる仲間といった、ね、位置づけ、で、近隣の農家とは話しております。またですね、いろいろね、情報交換もしていくんですけれども、なかなか農家単体だと人と接することも少ないので、地元の消防団であったり、あと青年部みたいなのに私もちょっと所属して、情報収集ですとか情報交換ですね、させていただいています。この辺はね、会社員だとね、近所付き合いしなくてもよかったんですけれども、農業をやるからには、そういったものも必要になってくるのかなと思います。
ます。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、質問コーナーということで皆様からいただいた質問にご回答させていただきました。これからもこのチャンネルでは皆様の疑問、質問等々もお答えしてきますので、ぜひチャンネル登録、評価の方もよろしくお願いいたします。本日は動画を見ていただいてありがとうございました。これからもおかき農園チャンネルの方よろしくお願いいたします。では、おかき農園のかきろゆきでした。バイバーイ。